チーズワールドへようこそ。僕は普段トヨタのブレビスに乗っているのですが、先日何気なくカーセンサーで調べてみたところ、全国で13台しか流通のないレア車だということが分かりました。今回はそんな僕の愛車をインプレッションしてみたいと思います。まずは外観を見ていきます。ブレビスはかつてトヨタが製造販売していた直列6気筒エンジンを搭載したセダンで、小さな高級車としてトヨペット店で売られていたプロゲルの姉妹車として2001年から2007年までトヨタ店で販売されていました。特徴は何といってもコンパクトなボディサイズで、全長 4550mm、全幅 1720mm、全高 1460mm となっています。特に 1720mm の全幅は、高級車といえば 1800mm 以上の車幅を持つのが当たり前という風潮の中にあって、かなり抑えられたものとなっており、小さな高級車を目指したことが最もよく表れている部分です。コンパクトな分取り回し性にも優れており、ビレビスの最小回転半径は 5.1m と、同じプラットフォームのクラウンはもちろん、クラスが下のプレミオよりも小さな値となっています。また、4550mm の全長は、クラウンと比べて 300mm 近くも短いのですが、ビレビスはオーバーハングを切り詰めることにより、2780mm というクラウンと全く同じ寸法のホイールベースを確保しています。エクステリアデザインは一見コンサバな雰囲気を感じさせるものになっていますが、実物を目の前にすると想像以上に華やかな印象があります。フロントのエンブレムはトヨタのコーポレートマークではなく、ブレビス専用のライオンマークになっており、そこを起点にフード中央を隆起させてあるなど、よく見ると凝った面構成になっています。ちなみに、このエンブレムは開発段階ではブレビスの頭文字である B をかたどった右向きになる予定だったそうなのですが、紋章学的に動物が右に向くのは縁起が悪いという理由で、左向きに変更されたというエピソードがあったりします。全体的な印象としては、派手さはないものの、3代目セルシオのエッセンスが凝縮されているような雰囲気があり、モダンで飽きが来ないデザインだと思います。なお、僕の車のグレードは 2.5 リッターエンジンを搭載した AI250 エレガンスパッケージという特別仕様車なので、ヘッドライトはもともとグリーンメッキのものがついていたのですが、数年前に自分でプレミアムという特別仕様車のスモーク調メッキのライトに交換しています。内装がベージュなのでグリーンのライトも似合っていたのですが、スモーク調のライトも精悍な雰囲気で悪くないですね。続いては足回りです。ビレビスの足回りは前後ともにダブルウィッシュボーンとなっており、高級車としての素性の良さはもちろん、太いアーム類などからコストのかかったものであることが感じられます。タイヤサイズはグレードにより異なり、エレガンスパッケージでは195、65、R15 という控えめなサイズのものが採用されています。なお、タイヤの銘柄に関しては、これまでブリヂストンのレグノを履いていたのですが、今は安さにつられて購入したピレリのチントゥラート P6 を履いています。レグノと比べると若干グリップや直進性の低下が見られるなど、良くも悪くもベーシックなタイヤという印象です。ものとしては何か大きな欠点があるわけではないのですが、主にロードノイズのせいで高級感が若干スポイルされてしまったように感じます。分かっていたことではありますが、タイヤのフィーリングは運転感覚として常に感じられるものなので、ブレビスクラスの車にはもう少しコストをかけた方がいいというのが偽らざる感想です。今回の経験は今後のカーライフに活かしていきたいですね。続いてインテリアを見ていきます。ブレビスの内装はふんだんに使われたウッド調パネルや手の込んだシート地から感じられる高級感以外にも、現代のセダンではあまり見られなくなった低いベルトラインによる視界の良さが印象的です。コンパクトな車幅や小さな最小回転半径と相まって、この視界の良さが取り回し性を良好なものにしています。なお、直列6気筒エンジンが乗ったボンネットはそれなりに長いのですが、僕の車はセットオプションのブラインドコーナーモニターがついているので、裏道の交差点などでも道を塞ぐことなく安全確認が可能です。実際に使ってみて、自転車や歩行者をいち早く発見できるブラインドコーナーモニターは本当に有効な装備だと思いました。今ではブレビスのお気に入りパーツの一つになっています。センタークラスターの見やすい位置にはエレクトロマルチビジョンの画面があります。カーナビやオーディオだけでなく、エアコン関係もこちらのタッチパネルから操作するようになっています。インテリアデザインに溶け込んでいる点はいいのですが、車が古くなってもナビを変えることができない点はデメリットかなと感じます。一方で、
これだけ古い車に対応した地図のディスクを販売し続けているトヨタの企業力には素直に感心しました。ちなみにテレビとあるのは地デジではなくアナログ放送のことなので今は何も映りませんが、ブレビスの生産が終了した2007年はまだアナログ放送が続いていたので、これは仕方のない部分ですね。一方、いただけないのはオーディオで、CD とラジオはともかく、なんとカセットテープのデッキがついています。グレードやオプションによって違いはあるのですが、クラウンとの差別化を図り、ユーザー層の若返りを目指して開発されたはずなのに、これはどうなのかなと思いました。少なくとも僕はカセットテープを持っていないので、USB メモリに入れた音楽データを再生できるようにするべく、木の板を買ってきて、オーディオラックを作り、プリンストンのメディアプレイヤーと、フォステックスの HP-A3 という 32ビット DAC を光接続して、エレクトロマルチビジョンに外部入力するシステムを構築することにしました。トランク内のメディアプレイヤーを操作するために、リモコンの延長ケーブルと小型の学習リモコンを使ったり、電源関係でもオルタネーターノイズの除去で工夫が必要でしたが、最終的には USB メモリに入れたあらゆるファイルを再生することができるようになり、オーディオ問題を解決することができました。カスタム関係でもう一つ思い出深いのは、クルーズコントロールです。3リッターエンジンの上位グレードでは標準装備なのですが、エレガンスパッケージでは省かれていたので、部品を購入して自分で取り付けました。ただ、マイナーな車なので全然情報がなく、電子技術マニュアルとパーツカタログを購入して、必要部品を調べるのが結構大変でした。また、上位グレードとはメーターの仕様が異なるため、クルーズコントロールのオンオフを表示させる機能を DIY したのもいい思い出です。さて、車両の紹介に戻ります。ウィンドウの開閉スイッチは、このクラスでは標準のオールオートになっています。スイッチパネルはインパネと同じエレガンスパッケージ専用のライトブラウンで、アイボリーの内装と相まっていい雰囲気ですね。シートに関しては座面だけでなくランバーサポートを含めて電動で調整が可能になっています。また一見柔らかそうな見た目に反してどちらかというと硬めの座り心地になっています。15年落ちで10万キロ以上走っていても気になるようなへたりは感じられないため、質のいいウレタンが使われているのだと思います。ドアの内張りには凝った折りのトリムが使われており、ドアの下部にも布が貼ってあるなど、あまり目につかない箇所にも配慮されているのは、このクラスの車ならではだと感じます。なお、ドアポケットは意外と容量があり、分厚い車検証入れも難なく入れることが可能になっています。続いて車内空間を見ていきます。ドライビングポジションに関しては、シートやステアリングの調整箇所が多いので、自分の納得がいくポジションを出すことが可能です。なお、3リッターのグレードにはアクセルとブレーキペダルの前後も調整できるパーソナルドライビングポジションシステムという珍しい機能があるので、さらに調整の自由度が高くなります。この状態で頭の上には握り拳1つと手のひら2枚分くらいのスペースがあります。次にリアシートを見ていきます。FR でセンタートンネルがあるため実質左右2人掛けだと思いますが、センターを含めて3点式のシートベルトと可動式のヘッドレストが備わっています。頭の上には握り拳1つ弱、手のひらだと2枚強のスペースがあり、クラウンと同じホイールベースによって膝の前にも十分なスペースがあります。リアシートは座面の長さが十分に確保されていることに加えて、シート自体の座り心地がいいため、大人2人の長時間移動にも十分対応できる空間になっています。中央のシートバッグには可動式のアームレストがあり、その後ろにはプログレにはないトランクスルーが備わっています。ブレビスは高級車ということで、フューエルリットやトランクリットはスイッチ一つで開けられるようになっています。トランクリットはリンク機構になっているため、開閉に伴う荷室への影響はありません。容量は440リッターで、クラウンと比べると小さいのですが、当時の BMW3 シリーズとは同じ容量となっています。足回りはダブルウィッシュボーンなので、荷室には張り出しがありますが、奥行きを含めて、このクラスのセダンに求められる容量は十分に確保されていると思います。また、その下にはパンク修理キットではなく、スペアタイヤが収まっているのも、個人的には好印象です。
パンク修理キットに変えることで重量軽減による燃費向上や廃棄物が削減できるメリットが得られるという視点もあるのですが、サイドウォールの傷など修理キットでは直せないパンクもありますし、修理キットを使うとタイヤの内部やホイールがものすごく汚れてしまい、タイヤショップに迷惑をかけてしまうという不都合な真実もあるので、ここは議論のあるところだと感じます。なお、スペアタイヤ周りの空間には普段使わない三角表示板やブースターケーブルを入れておけるので、荷室を圧迫しない収納エリアとして重宝しています。続いては、この車の特徴の一つである直列6気筒エンジンを見ていきます。僕の車に乗っている 2.5 リッターの 1JZ-FSE という型式のエンジンは、出力 147kW、トルク 250Nm、圧縮比 11.0 というスペックを持った直風 D4 エンジンとなっています。D4 エンジンは大きな圧縮比による高パワー高トルク化と低燃費の両立を目指し、当時の最新技術を盛り込んで作られたエンジンでしたが、実際にはインテーク側にカーボンが徐々に堆積してしまい、異常な黒煙の発生やアイドル不調、O2 センサーが故障することによる燃費悪化やハンチングを起こす問題を抱えています。こうした D4 の問題について、メーカーは保証期間を設定していました。当初、初期登録より5年、あるいは10万キロだったのですが、その後、初期登録より9年、走行距離無制限まで保証が延長されたという経緯があります。幸いにも僕の車はノートラブルですが、現在の流通台数が極端に少ないのは、海外に輸出されていることだけが理由ではない気がします。一方で、そうしたネガティブな部分を抜きにすれば、直列6気筒エンジンならではのスムーズさと排気量なりの力強さを感じさせる高級車にふさわしいフィーリングを持ったエンジンだと言えます。ベレビスのキーは内溝のものが採用されており、発売された当初はセルシオやクラウンをはじめとした上級車種だけが採用する特別なものでした。ここからはドライブインプレッションになります。まずは街中でのフィーリングですが、まさに静かで滑らかという表現がぴったりの乗り味です。振動が少ないエンジンは2000回転台で回っていてもトルク感があり、自然な5段 AT の制御と相まってスムーズさを感じさせるものになっています。足回りもダンピングが効いていて、路面のうねりに対するサスペンションのストローク感もあり、いかにも高級車という乗り心地になっています。なお、高級感という点に関しては、個人的に荒れた路面を走った際に内装からの異音が気になると車格感が一気に低下するように感じるのですが、ブレビスはドライブトレーンや車外からの遮音性がいいだけでなく、どのような路面状況でも車内が静かで高級感が損なわれることがありません。続いて峠道にやってきました。もちろんブレビスが得意なステージではないと思うのですが、連続するカーブや加減速によってその車の運動性能がより顕在化してきます。まず印象的なのは高いボディ剛性とよく動く足回りのフィーリングです。また、ナビゲーションシステムからの情報を活かしてギアを選択するナビ AI シフトによって自動的にシフトダウンが行われることもスムーズな走行に寄与していることがわかります。また、コーナリングで後輪が蹴り出していく FR らしさを感じさせてくれるのも好印象です。その一方で、制限速度を少々超えてくると印象が変化してきます。どうにもロールセンターが低いような印象があり、速度が上がるにつれてつま先だったようなフィーリングが顔を出してきます。横 G がかかるとステアリングが頼りない印象となり、ふらつきの兆候を感じて無意識にステアリングを握る手に力が入っていることがあります。実際にはアンダーが出ているわけでも進路が乱されているわけでもないのですが、ステアリングインフォメーションが乏しいために、ロールの量とスピードがドライバーの感性と一致しない形で現れてくるように感じます。もちろん15年落ちのコンディションなのでショックアブソーバーが抜けてきている可能性はあるのですが、仮にリフレッシュさせたところで基本的な傾向は変わらないように感じます。なお、当然ですが法定速度内では何の問題もないので、自然とゆっくり走るようになるというのがブレビスの峠道でのインプレッションになります。最後に高速道路にやってきました。ブレビスにとって高速道路は最も得意とするステージで、まさに水を得た魚という印象です。
強い追い風に吹かれるかのような滑らかで息の長い加速感と、高回転になるほど音の粒が揃っていくような直列6気筒エンジンの音は、車好きなら思わず笑顔になってしまうようなフィーリングだと感じます。一方、巡航時にはかすかに聞こえるエンジン音とロードノイズの他は車内の静けさが保たれ、ダンピングの効いた足回りは路面の継ぎ目などでも安定しています。運転による疲れも少なく済むので、やはり高級車は遠出に適していることを実感します。トヨタがプログレードブレビスで世に問いかけた小さな高級車というジャンルは、残念ながら市場に受け入れられることはありませんでした。しかし、直列6気筒エンジンの素晴らしいフィーリング、狭い道を苦にしない抜群の取り回しやすさ、クラウンのような居住性と高級感とを併せ持ったブレビスは、今見ても軽有で魅力的な車であると感じます。そんな僕のブレビスですが、実は先日乗り換えを決意して、関東で雪が降った日の翌日に一括査定をお願いしました。乗り換えを決めた理由は維持費の問題です。15年落ちの車検を前に事前見積もりを取ったところ、タイミングベルトや劣化部品の交換が重なり想像以上に高額となったことや、ハイオクガソリンで 7.5 キロから8キロ程度という燃費のため、年間のガソリン代が30万円くらいになっていたことも乗り換えを後押ししました。僕に維持費を苦にしないほどの収入があれば、あるいは違う選択肢もあったのかもしれませんが、残念ながらコペンとの2台持ちでは身の丈に合わないカーライフになってしまうと判断しました。ブレビスは独特の魅力を持った車で、僕の愛車として人生のいい時も悪い時も故障することなく走ってくれました。買取店によると、この車は海外に行くとのことなので、せめていいオーナーに巡り合ってくれることを願っています。どんな車でも別れは寂しいものですが、僕にとってブレビスは本当に特別な車でした。手に入れてからの8年間、86,515キロもの長い距離を本当にありがとう。